はい、こんばんは。ビライフのマリコです。今日は寝たままできるストレッチヨガを行っていきます。寝たまま行うことでよりリラックス効果が高まり、疲れも取れやすくなります。ぜひお休み前の習慣になさってみてください。それでは始めていきましょう。仰向けになり両膝を曲げます。右側へと体を傾け、左の腕を大きく広げていきましょう。胸は右側へと向け、左の腕が浮いている状態です。そのまま腕の重さで左の胸の広がりを感じていきます。伸びを深めたい方は左の手首を少し折り曲げて腕の内側への広がりも感じてみましょう。腕の高さも少し上げてみると胸の伸びる角度が変わっていきます。それでは中心に戻して足の裏を合わせ膝を開きます。左の腕は反対側に運び、右の肘で抱えましょう。さあ、左の肩甲骨から背面、腕の外側へと伸びを感じていきます。腕の疲れやだるさを解消していきましょう。穏やかな呼吸を続けます。それでは反対側行きましょう。左側へと横たわり、右の手を大きく広げていきます。胸は左側に向けたまま、右の腕が床から浮いている状態です。さあ、腕の自重を利用しながら右の胸にストレッチを感じていきましょう。伸びを深めたい方は手首を反らせてみたり、少し腕の角度も変えてみると胸のストレッチできる場所が変わっていきますので、いろいろと試してみてください。胸をストレッチすることで呼吸も深まりやすくなっていきます。それでは中心に戻したら足の裏を合わせ膝を開きます。右腕は反対に運び、左腕で抱えましょう。さあ、右の背面から肩の外側、腕の外側のストレッチを感じます。股関節周りも楽に緩ませ、骨盤内の血行も促進させていきましょう。目を閉じながらでも構いません。できるだけ余分な力を緩めます。それでは中心に両膝を立てていきましょう。右の足を上に伸ばして両手後ろ側から足の触れるところをつかみます。きつい方は膝を軽く緩ませながら右の足裏全体に伸びを感じつつ、右の足首をくるくると動かしてみます。反対回しも行ったり、自由に動きを加えて
膝の裏やももの裏側がじんわりと伸びる感覚を味わい、足の疲れやむくみを解消していきます。そのまま上げている右足、左の太ももに乗せて右の膝を横向きへ。左の膝を胸に近づけ、左の太ももを掴んでいきます。さあ、右のお尻のストレッチを感じていきましょう。大臀筋などの大きな筋肉が硬くなると血管を圧迫して血流が悪くなり、下半身の冷えやむくみ太りの原因にもつながります。ゆっくりほぐしながら腰回りの緊張も緩めてあげます。それでは足を取り替えましょう。今度は左の足を上に伸ばして、両手で足を抱えていきましょう。きつい方は軽く膝を緩ませながら、左の足裏が伸びるところまで足を上体に近づけ、さあ自由に足首くるくる回したり、足首周りも柔らかく動かすことでふくらはぎの疲れも取れやすくなります。さあ、痛気持ちいいぐらいに膝の裏やももの裏側にじんわりとした伸びを感じていきましょう。下半身に滞りやすい血液やリンパの流れを心臓の方まで戻しやすくしていきます。それではそのまま上げている左足を右の太ももに引っ掛け、左の膝は横向きへ。右の膝を胸に近づけながら太ももを掴んで、さあ左のお尻に伸びを感じます。さあどこか突っ張るところや緊張しているところがあれば、少し左右に揺らしながら緊張をほぐしていきましょう。心地よく伸びるところが見つかったら、そのまま自然な呼吸を繰り返してお尻の伸びを味わいます。腰回りの疲れも癒していきましょう。それでは手足をほどき、足を伸ばします。両手上に万歳して、右の足を一歩外側、左の足を寄せるか、その上に乗せて上体を右側にずらします。バナナのポーズへ。さあ左側体側に緩やかな伸びを感じます。吸う呼吸で左の肋骨周りをぶわーっと広げるように、吐く呼吸はリラックス。呼吸筋がストレッチされ、自然と体に呼吸が入っていきます。それでは中心に戻したら反対です。左足一歩外、右足上に乗せるか隣に引き寄せ、上体を左側へとずらします。さあ右側になだらかな伸びを感じ、リラックスした呼吸を繰り返しましょう。呼吸が自然と深くなだらかに変化し、不安やストレスを和らげてくれます。
リラックス効果の非常に高いポーズです。それでは中心に戻したら、両手を上万歳、ぐーっと気持ちのいい伸びをして、吐いてリラックスして終わりにします。今日も一日お疲れ様でした。